こんにちは。歌唱山にやってきました。岩は鎖場がある面白い山みたいです。行ってきます。弥勒寺からスタートします。駐車場は弥勒寺の大きな駐車場があります。平日なんでね、ガラガラです。まずは駐車場トイレ紹介です。トイレの方は普通に綺麗でした。では出発します。まずは駐車場からお寺の方に坂を登っていきます。さっきの観音様が見えますね。お寺の境内の方に上がってきました。弥勒寺は徳川初代将軍の祈願所として10万石の格式を許された由緒ある古刹です。日本一の大天狗のお面があったりと、ここは東京の高尾山薬王院、京都の鞍馬寺とともに日本三大天狗と称される名刹です。登山口がどこかなと探していたら、どうもここのようです。登る前にお参りしていきましょう。御朱印あるかなと思いましたが、やってる気配はありませんね。大天狗のお面があるということですが、これかな？この扇も大きい。私と比べるとこんなぐらい大きいです。後ろの扇もすごいでしょ？ではお参りも済んだので、くぐって山の中に入っていきます。こんな登山口も面白いですね。橋を渡ると急な階段。これ登るのと思ったらこっちでした。緩やかな坂からスタートです。坂を登りきるとまた建物があります。海山堂です。今日は弥勒寺から胎内くぐり岩のお正代。お正代から山頂を目指します。帰りにお正代を登って下山をします。ちょっと体調を崩してしまって体力を取り戻すために前回大山登ったんですが、結構しんどくって、今日も本格的に雪山が始まる前にトレーニングです。立派な杉がありますね。すごい穴が深い。人が入れそうです。胎内くぐり岩が見えてきました。あと少しですね。ここまで何気に結構な急登でした。一気に登っていく感じです。お正代の鎖場はオプションみたいなもので、お正代を登らなくても歌唱山山頂には行けます。最初に登っちゃうか後で登るかどうしようかな。木に到着しました。見てください。かなりの大岩です。ちょっと覗きに行ってみましょう。お地蔵様がいますね。奥に小屋みたいなのがあります。ここから登るようです。小屋の方を覗いてみましょう。結構傷んでいるので登ると危なさそうなのでインスタで覗いてみました。お正代は面白そうなので山頂行ってからにしましょう。お楽しみは後で。下から見るとこんな感じ。お正代の岩の横を通っていきます。雪がちょろちょろ現れ始めました。この辺りから坂が急になってロープが現れ始めます。落ち葉も結構あって下山の時滑りそうです。狭い岩の間を通っていきます。さらにもっと狭いところを通っていくようです。どんどん進みましょう。山頂がもうすぐなんでしょうね。だんだん険しくなっていきます。落ち葉で滑ってしまいました。皆さんも気をつけてください。また岩の間を抜けていきます。いやー、結構きついですね。まあそうですよね。
短時間で300ほど標高を上げる感じです。病み上がりじゃなくても一気に登るときついですよね。何かが見えてきた。山頂かなと思ったけど、そうではなかった。まだ山頂もう少しです。あと少し山頂を向けて頑張ります。野外活動部は山と旅を行きやすく、行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この辺りに来るとかなり雪が積もっていますね。足跡つけちゃおう。1300ぐらいなのにこんなに雪が残ってるんですね。何の足跡だろう。鹿の足跡かな。山頂まではこんな感じで緩やかな道が続きます。久しぶりの雪ですね。やっぱり雪の上歩くの楽しいですね。早く体調を戻して雪山行かないとですね。こんなことを言っていると分岐に到着。この分岐から山頂はすぐ横でした。着いたよー。山頂からの景色です。残念ながら木の枝が邪魔であまり見えませんね。せっかくの雪なので雪だるまを作りましょう。はい、出来上がり。では下山してお正台を目指しますよ。花生山は沼田市にある穂高渓に連なる深山幽谷の上域にあります。花生山は群馬百名山の一つで標高 1322.4 メートルあります。先ほど中腹にあった中宝妙法の伝説があるお正台。標高はだいたい1200メートルです。今日の最大の目的はお正台の体内くぐりの鎖場です。やはり下りは急なこともあり、落ち葉が滑りやすくてゆっくり来ます。またもや滑っちゃいました。いやー、危ない危ない。登る時もね、この辺りは急だったんで慎重に行ってるんですが、落ち葉は滑りやすいですね。また滑っちゃいました。慎重に行ってるんですけどね。危ない危ない。ほんと滑りやすいです。いつものコンビニ紹介ですが、沼田インター降りてから向かう先にはありません。さっきお寺にあった自販機も使えなかったので買ってくることをおすすめします。でも花生山自体はコースタイム2時間弱なのであっという間に登れちゃうお山です。お正台の分岐に戻ってきました。いよいよお正台登っていきますよ。ここを登っていきます。では行きますよ。さあ行くぞ。人一人入るのがやっとってぐらいの狭さです。直角は直角ですが足場はしっかりしています。お正台の鎖場難易度は八海山より高度感難易度が少し上、妙義山の高戻しより少し低い程度らしいです。私はどっちも行ったことがあるんですが、八海山より高戻しの方が長く疲れた感じがしました。鎖場は登りきりました。狭いのは変わりませんが奥に進みます。ちょっと開けたところに出てきました。ちょうど岩の隙間ですね。こんなところに祠があります。この下から登ってきました。ここはこんな感じになっています。では先に進みましょう。向こうが出口かな。鎖場は終わりかな。ここを通ってきました。すごい狭かったです。次はここを登っていくようです。鎖は終わりじゃありませんでした。では行きますよ。頑張るよ。こちらも角度的にはほぼ直角です。
さっきよりも足場が狭く取りにくいです。さっきは狭かったですが、こちらは景色が開けて綺麗です。ちょっと後で足場がしっかりしているところ皆さんにも見せますね。今回ちょっと画像の出し方を変えてみました。だいたい 2,3 メートル登ったら少し開けた休憩できるところがあります。合計で3本の鎖があります。1本目は比較的難易度低め。でも病み上がりのせいか、ここまで登って結構体は疲れちゃいました。例えに挙げられていた八海山は YouTube やる前に行ったんですけど、夏場に行って暑さの方でやられたせいか、鎖はそんなに大変なイメージではなかったかな。どちらかというと今日の方が大変。岩の割れ目を越えて少し行くと1本目は終了です。2本目は少し横移動をしてトラバースになります。ちょっとここで私難しい方の行き方を選んでしまって、途中で鎖がなくなり鎖なしでトラバースしていました。本目の鎖途中で切れているんですが、最初の方から徐々に横移動しながら登っていくとスムーズに行けます。私は直登で登ってしまって鎖が随分離れていました。どうでしょうか。途中で見える景色です。こんな景色を見ながら登れます。はい、3本目の鎖、いよいよ核心部です。これまでになかったほどの直角です。いや、ちょっと岩の方が膨らんでるかな。より足場の確保が難しくなり、腕の力が必要になります。すごい景色がいい。でも疲れちゃった。鎖の長さ的には妙義の方が長い気がします。高度感はこっちの方があるかな。妙義は結構周り木が生えていましたからね。高度感は八海山と同レベルの感じがします。しっかりしてね。よいしょ。広いステップに出ました。そこからの景色です。ここ登っちゃえば山頂かな。ここ岩が手前に出っ張ってるんで、唯一私が足場がなかなか見つけられなかったところです。登りきった。3、2、1、0。いかがでしょうか。素晴らしい景色です。これこそほんと360度です。しばらく景色をお楽しみください。沼田の町や赤城山が見えます。すごいですね。花生山山頂。お正代てっぺんは意外にも広い感じです。全然ここで食事でもよかったな。ただ、鎖や手すり的なものは一切ありません。高所恐怖症の方は登ることは難しいかな。でも本当に素晴らしい景色です。上州の山々がすごく見えますね。てっぺんを軽く一周しますね。では景色を堪能したので下山していきます。下山も大変なんです。結局鎖3本って言われていたんですが、
途中切れてんので5本いや6本あったかな。長いといえば長いですが、妙義の方が長いですね。その点で妙義の方がしんどいと思います。足場的にも八海山や妙義よりもたくさんあります。今日の私にはきつかったかな。体内くぐりの方に戻ってきました。花崗山面白いですね。コースタイムが短いのに、でもこんなに鎖場が楽しめる、なかなか他にありませんね。体内くぐり、行きも狭かったけど帰りもやっぱり狭いです。人が一人通るのがやっとの感じわかりますか？やっとこさゴールです。では駐車場に戻りますよ。いやー、面白い山でしたね。コースタイムも2時間ちょっとなので、そんなに疲れずに楽しむことができました。冬の時期にちょうどいいかも。結構ここ雪が積もるみたいです。雪の時も面白いかもしれませんね。壱岐市階段時刻かと間違えたところの階段の上のところです。お堂ですね。一応お参りしていきましょう。では階段下っていきます。はい、下山しました。今日この辺で終わりにします。バイバーイ。次回は火曜18時、桜温泉です。最後に明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。